どうも、Ruby の JIT コンパイラーを作っているエブリワンの一人村田です。よろしくお願いします。はい。今日はですね、他の JIT コンパイラーの作者とはちょっと毛色の違う JIT コンパイラーの話をさせていただきます。で、まだ何でしょう、実験的な結果しかないんですけれども、メソッド単位でジャストインタイムコンパイルをするような仕組みをちょっと試作してみました。でこれはジュリア言語をバックエンドとして使って実装されてます。で、いくつか結果を用意してきたので、その実験をここでデモしながらお見せしたいなと思っております。でトークのアウトラインはこういう形になっています。でまず自己紹介させてください。名前は村田健太です。サイカという会社で、チーフリサーチオフィサーというポジションをしております。研究部門の、一番偉い人みたいな感じです。で、最近あまり活動できてないんですが、Apache Arrow と CRuby のコミッターもやっています。そして、自分で作り始めたジェムがいくつかありまして、PyCall とか Enumerable Statistics とか、ユニコードプロットみたいな感じで、主になんかデータ分析系の仕事で、使えそうなジェムをよく作ってきました。あとは、Ruby コミッターとしてビッグデシマルのメンテナンスも、しております。それから Red Data Tools というストーさんが、やってる、何でしょう、活動にも参加してまして、Red Arrow とか Red Data Sets とか Num NRA といった、データ処理用の基盤となるようなライブラリにも時々、手を出しています。よろしくお願いします。ということで、早速いきたいと思います。で、最初にこの話の背景と僕は動機みたいな話をしていこうと思います。で背景なんですが、Ruby はね、データ処理とかであんまり使えないみたいなことをよく言われてきているんですけども、実はその基盤となるようなライブラリは最近揃ってきてまして、Num NRA という数値配列ですね。これは例えば整数だったら整数だけ、不動小数点数だったら不動小数点数だけで埋まっている配列を作ってそれを高速に処理できるといったそういう機能を提供してくれるライブラリですし、Red Arrowっていうこれはデータフレームと呼ばれるデータフレームと呼ばれるデータ処理で使うための基本的なデータ構造を提供してくれるライブラリですね。でそういったものが揃ってきていて、こういうその大きなデータを効率よく、操作することができつつありますと。ただ、残念なことにですね、こういうデータ構造を提供してくれるライブラリを使ってもですね、その数値計算とかデータ処理のアルゴリズムを、Ruby でピュア Ruby で書いてそれを動かしてもですね、あんまり速くならないっていう、問題がありますと。でこれは、仮にその MJIT とか YJIT を有効にして、いてもそんなに速くならないです。でなぜかというとですね、この MJIT や YJIT という JIT コンパイラーは、Ruby のセマンティクスを完全に、維持したまま、ネイティブコードを生成するからなんですね。どういうことなのかというと、ここでいう Ruby のセマンティクスというのは、いくつかあるんですが、私が注目しているのは主にダイナミックメソッドディスパッチのことを言っています。で Ruby は、非常に動的な言語で、いつでもそのメソッドを再定義できるというすごい特徴がありますよね。でこれが、すごい Ruby のメリットだと思うんですけども、これが悪さをする場合もあるということです。でメソッドの再定義はいつでもできて、しかも、再定義された直後から、コードの実行に影響を与えます。でそれがたとえそのループの真ん中でもそうなんですよね。で例えばこういうコードを見てみてください。これは皆さん見た瞬間に答えが分かると思うんですが、1から10までの範囲を、順番に、繰り返して、ブロックを呼び出します。でこのブロックの中で足し算をしているので、1から10までの整数を足し算した結果で55が返ってくるんですけども、こういうところにメソッド呼び出しがあるんですよね。で Ruby は、メソッド呼び出しをするときに今から呼び出そうとするメソッドが再定義されているかどうかをちゃんと確認して呼び出すということを必ずしますので、インジェクトは1回しか言われないので、あんまり気にしなくていいんですけども、その後ろのブロックの中にあるね、足し算の部分は、10回繰り返されるんですけども、毎回足し算が書き換わってないかなっていうのを確認するわけですよ。だから、その頑張って最適化をしたとしてもこの特徴を維持する限りそこまで速くならないわけですね。それからこれは、Num NRA を使って2次元の、ランダムウォークの軌跡を計算するコードなんですが、
ここでもメソッド呼び出しがあるんですね。で最初に不動小数点数の配列、2次元の配列なので行列になるんですけども、行列を生成してその中身を乱数で初期化しますと。で最後キュムサムっていうメソッドで行方向に累積和を求めるということをしています。でここで呼び出しているメソッド全部ニューム N アレイのメソッドで、実態はですねニューム N アレイの拡張ライブラリの中にある C 言語の関数なんですよね。でこれはおそらく誰も再定義しようとしないので、再定義されていることをいちいち確認しなくていいと思うんですけど、Ruby はちゃんと再定義されているかどうかを確認して呼び出すということをしていますと。でこれが Ruby の、動的性なんですが、でこの動的性は特にですね数値計算のようなアルゴリズムではあんまり意味がないと私は思っています。でこの動的性を維持する意味はあんまりないと思っていて、でこれがね無視して良いんだったらもっとドラスティックな最適化ができてすごい速いコードが生成できるんじゃないかなと思っているんですね。で今仮に Ruby で、こういうアルゴリズムを実装してこの動的性を無視したコード生成をしようと思ったらどうしたらいいかというと、C の拡張ライブラリを書けばいいという話になります。だから Ruby じゃなくて C で書かなきゃいけないということですよね。でもどうせなら Ruby で書きたいんですよね。その Ruby のための道具が揃ってきているので Ruby で書けば早く動くっていうようなことをどうにかして実現したいなと思うわけです。どうしたらいいだろうか。で実は Python にはそういうソリューションがあるんですね。それを Number と呼ばれるライブラリなんですが、Number は CPython 用の JIT コンパイラーです。で何をコンパイルするかというと Python のサブセットっていう限定された機能だけを使って実装された Python のメソッド、それからその中には NumPy っていう数値配列のライブラリを使ってもいいっていうことになってるんですけども、そういう限定された機能だけを使った Python のメソッドに対してすごく速いマシンコードを生成してくれます。ちょっと例を見てみましょう。で Number ライブラリをインポートしてこのようにですね Number モジュールに定義されている JIT っていうデコレーターをくっつけて関数を定義します。でこの関数は2つの引数を取って足し算をする関数です。でナンバーは定義した時にはまだ何もしません。ただ、呼び出された時にナンバーのジャストインタイムコンパイラーを動かすっていう動かして生成されたマシンコードを呼び出すっていうそういうドライバーで関数を置き換えることをします。で実際に引数を与えて呼び出してみるとその時に初めて JIT コンパイルが走るんですが、ここでは不動小数点数の10と20を足しました。でその結果ですね、コンパイルされた関数ができます。でそのコンパイルされた関数のシグネチャーがアット関数のシグネチャーズっていう属性に入れられるんですけども、ここではフロート64が2つ、渡された場合の、ネイティブコードが生成されていることになりますと。あとは、ナンバーのヘルパー機能で生成されたマシンコードのアセンブリ言語の内容を見ることができるんですけども、それを見てみるとですね、このようにシグネチャーを渡してあげると、そのシグネチャーに対応するマシンコードがあったら、そのマシンコードのアセンブリ言語の内容を表示してくれるんですね。でこれすごく長いので、ちょっと一部要点だけかいつまんでピックアップすると、こういう感じのマシンコードが生成されます。VADD-SD っていうのが、インテルの64ビットの CPU の不動小数点数を足し算する命令なんですけど、足し算がこのようなネイティブの命令一つに置き換わっていることが分かると思います。はい、でナンバーはどうやってこれをやってるかというとですね、ナンバーは、CPython のバイトコードを、オプティマイズして、特定の型に最適化されたコードを生成するということをしています。でナンバーのドキュメントによると、このコンパイルのステージは6つあって、まず Python のバイトコードを解析して、ナンバー用の中間表現を生成します。そしてその中間表現を最適化してリライトする。その後、リライトされた中間表現に対して型推論をして型情報を付与します。でそれで、型付きの中間表現が生成されますと。でそして型付きの、中間表現に対して自動的に適用できる並列化とかベクトライズっていう処理を適用した結果を LLVM の中間表現に変換して、あとは LLVM が、ネイティブコードにしてくれるというそういった流れで、動いていますと。でナンバーは2つ JIT のモードを持ってまして、で1つはオブジェクトモードと呼ばれる
Python の、セマンティクスを完全に維持したままネイティブコードにするというモードです。もう一つは、さっきの例で使ったモードなんですけど NoPython モードってやつで Python のセマンティクスを無視して、できるだけ小さく速いコードを生成するモードがありますと。でオブジェクトモードでは、Python のセマンティクスを保存するために、Python のインタープレータの CAPI を使って全ての、処理をすることになります。一方の Python モードでは可能な限り、マシンCPU の命令を使って、処理するようになっていますと。はい、でそうですね。で例えばそのさっきの NoPython モードだとさっき説明したように足し算は CPU の命令一つになっているんですが、ここでNoPython モードじゃなくて ForceObj っていうのに true を指定すると必ずオブジェクトモードでコンパイルされるんですけども、このようにしてみると、足し算はですねPyNumberAdd っていう、CPython の CAPI の呼び出しに変わるんですね。で足し算だけで、4つの命令になっているっていうことが分かりますよね。でこっちは足し算だけで1つの命令です。でこっちは足し算だけで4つの命令になっちゃいます。でしかも足し算はこの4つの命令で実行されるわけじゃなくて PyNumberAdd 関数の中にある処理を経由しないと実行できません。PyNumberAdd は何やってるかっていうとレシーバーのオブジェクトから足し算をしてくれる関数を取ってきてそれを呼び出すみたいなことをやるのでもっともっとたくさんの命令を実行しないと足し算できないわけです。はい、で私がやりたいことはこの NoPython モードっていうものに近い JIT コンパイルの機能を Ruby 用に用意すればいいのかなと思ったわけです。でそういうのをちょっと作ってみましたということですね。でどうやってやったかここから説明していきたいと思います。でNumberがやってる JIT コンパイルのプロセスを図にするとこういう感じですよね。最初にメソッドがあって Python のバイトコードになってNumberの型付き中間表現になってそれが LLVMIR になってネイティブコードになるというそういうステップになっています。だからこれをそのまま真似すると Ruby ではこうなるでしょうと思うわけです。Python のバイトコードの代わりに CRuby のバイトコードになる。その CRuby のバイトコードから何らかの型付き中間表現を作ってそれを LLVMIR にすればいいのかなって思いました。でこのメソッドから CRuby のバイトコードにするところで AST を生成して最適化してバイトコード生成するみたいな流れが動いてるわけですけどここはねもう Ruby の VM がすでにやってくれる工程ですよね。だから私がやる必要なくて私がやんなきゃいけないのは、この部分でなんか適当な中間表現を自分で作って型推論をしてでそれを最適化してみたいなことをしてでここにちょっと入れ忘れたんですけど最終的にできるタイプと中間表現を LLVM の IR に変換するところも自分で書かなきゃいけない。でこんなことをやるんだなと思ったんですけどよく考えるとねこれもうすでにやっている、プログラミング言語がありましてでそれが Julia なんですよね。でじゃあ Julia 使えばいいのかなと思ったんですよ。Julia 使うとどうなるかなって考えたらこうなりました。まずメソッドを Julia のコードに変換します。でそうするとですねあとは全部 Julia がやってくれる。すごいですよねこれJulia のコードを AST にして、型推論をして中間表現をしてであと LLVMIR を作るみたいなこと全部 Julia がやってくれるんです。非常に簡単だなと思いましてこういう班があると思うんですけど難しそうなことは Julia にやらせようっていうことだなと思いました。で実際にですねRuby から Julia に完全にではないですけど一部のコードしかまだ変換できないんですけど一応できるものを作ってみましたのでその内容についてちょっと説明したいと思います。どう動いてるかというと Ruby のコードから AST を作ってそれを見て Julia のコードを生成するということをしています。例えばこれ 1+2 ですね。これは昨日国分さんのスライドにも 1+2 があったんで、もう既視感を感じている人いるかもしれないんですがこれは AST にするとこうなります。でこの記構造を解析して Julia のコードを生成するとこうなります。そのままじゃねえかと思ったと思うんですけど全部がこうなるわけじゃないですよね。例えば Ruby に範囲のオブジェクトありますよね。でこれを Julia に変換するにはどうしたらいいか。で Ruby の範囲オブジェクトも記構造はこうなんですがこれを文字通り Julia に変換するとこういう形になるんですよね。これでいいのかなと思ったんですけど、A と B が整数の場合はこれで全然問題ないんですが A と B が不動小数点数の場合は、このように書くと Ruby と Julia で振る舞いが変わってしまうんですね。
でこれなぜかというと、ジュリアはね不動小数点数の範囲でイテレートするときに64ビットじゃなくて疑似4倍精度っていうもうちょっと精度の高い不動小数点数を使って計算しているので Ruby とはちょっと違う値が生成されてしまうという問題がありますと。なのでここではジュリア側で Ruby の範囲と同じような振る舞いをするように範囲オブジェクトを作ってあげる必要があって、そういうヘルパ関数を自分で定義してそれを呼び出すみたいな形に書き換えないといけないんですね。でこういう感じのなんか自分で頑張んなきゃいけないようなところがいくつかあるので、そういうのを見つけてそれをジュリア側に用意してあげてその関数呼び出しに書き換えるみたいなことをちまちま作っていくっていうことをやる必要がありました。でさっきのスライドでインジェクトの例出したので、じゃあインジェクトをちょっと変換してみようかなと思いました。でこれを、メソッド単位で、コンパイルするので、メソッドにしましたと。で引数で、オブジェクトを渡します。これレンジって引数名つけたんですけど、配列とかも入れられるなと思うんですが、一応範囲が渡ってくるということで話を進めます。でこの関数定義は、AST にするとこういう感じの、AST になります。でこの Ruby コードから AST にする部分は、今回はヤドリギーっていうライブラリを使いました。でこれで AST を作って、でヤドリギーヤドリギーっていうのは何でしょう、 Ruby のコードを AST にしてそこになんか型情報とかをいろいろつけて最終的にコード生成するっていうようなものを作るためのフレームワークなんですよね。だからそれに乗っかって作った感じです。でこれを解析してジュリアコードにするんですね。でこれをジュリアコードにするとこういう感じになります。でこの AST の記構造を順番に見ていって対応するジュリアのものを書き出すっていうようなことをするんです。例えば、関数定義の def はジュリアで対応するものはファンクションなので、それを def の時にファンクションを出して、その次にメソッド名を関数名として出力して、でジュリアは引数の括弧省略できないので括弧を出力して引数名を並べるみたいなことをするんですね。でインジェクトはジュリア側で、同じように動く関数がなさそうなので自分で、Ruby と同じような振る舞いをするジュリアの関数を自分で定義するということをしてそれを呼び出すようにしています。あとはインジェクトに、渡しているブロックですけども、これは、幸いなことにジュリアにも似たような形で無名関数を関数に渡す記法があったのでそれにマップするような形で生成するようにしていますと。でこういうふうにすると、ジュリア側ではですね関数呼び出しの後ろにブロックつけるとそのブロックの無名関数が関数の第一引数として渡されるので、この RB=inject って関数は第一引数に関数が入ってきて第二引数でそのインジェクトするオブジェクトが入ってくるっていうような前提で定義すればいいわけですね。でこういう感じで、AST を経由して変換してあげて、この Ruby のコードが、大体似たような感じのジュリアのコードに変換されるというような感じで、実装しています。でこれをちょっと動かしてみたいと思います。はい、まずこれを見ましょうかね。はい、で見えるかな、ちっちゃいですかね。でインジェクトスライドに載っけたインジェクトはここにありますよね。インジェクトサム OP ってやつで、ブロックの中で直接足し算をしているんですけども、ちょっと興味があったのでこの外に定義した add っていうメソッドの中で足し算をする場合のインジェクトも一緒に作って両方でどういうふうになんでしょう実行時間が変わるかなっていうのを比較したいなと思ったのでこういうふうに両方やることにしました。でちょっと実行してみたいと思います。YJIT のオプションをつけなきゃいけない。でこうやって実行すると変換されたジュリアコードが表示されてその後でベンチマークが走ります。でこのように、今回は、Ruby で足し算を直接書いた場合は Ruby は4ミリセックでジュリアは30マイクロセックになってますね。あと中央値の場合ですね。で、add メソッド経由でやった場合は Ruby は 4.8 ミリ秒かな、ちょっと遅い。でもジュリアは同じ30マイクロセックですと。で
ジュリアに変換した場合にどのような、マシンコードが生成されているかちょっと見たいと思います。ごめんなさい、これはちょっとあれだ。Ruby から見れないので、ジュリアで見てみましょう。で、何がごめんなさい。さすがですね。マーティン先生。本当だ。ね、本番でデモをするとスペルを間違えるっていうのは必ず起こることなんですかね。はい、でこうしてジュリアのレプルではですね、アットマーク、コードネイティブってやって、こうやって関数呼び出しをここに書いてあげると、コンパイルされたネイティブコードがこういうふうに表示されますと。はい、で、どうなってるかなというインジェクトの中で、これですね、足し算してるのは。こっちですね、足し算してるのは。こういう感じで、足し算のこの int.jl ってところで定義された足し算の関数が呼ばれてるんだけど、関数呼び出しをしてるわけじゃなくて、足し算がそのままここに埋まってるってことが分かります。で、ついでにこの関数経由で呼んでる場合もネイティブコードを見てみますが、ここですね、はい、ここで関数が呼ばれてることになってるんですけども、関数呼び出しをしてるんじゃなくて、この下で呼んでる足し算がその場所で展開されていて、普通に命令列になっているっていう感じですかね。こういう感じの、すごく最適化された、コードが生成されるということが分かりました。はい、こんな感じですね。はい、一応デモが動かなかった場合のためにこうやって貼ってるんですけども、これを作った時は、ちょっと今とはちょっと違ってメソッドを経由で呼んだ時の方がちょっとだいぶ遅かったんですけども、こういう感じで、ジュリアに変換すると、だいぶ速くなるんだなっていうことがこの例から分かると思います。じゃあなんかすごい手応えがいいなと思ったので、もうちょっとなんか複雑なアルゴリズムをいくつか選んで、どんな結果になるのかなっていうのを試してみました。あと7分か。すごい。で、マイクロベンチマークでよく使われるアルゴリズムを選びました。1個目はマンデルブロ集合ですね。はい、でこれも、こういう Ruby のコードがジュリアに変換するとこうなります。で、Ruby とジュリアで表記が違う、例えばべき乗とかをちゃんと変換しなきゃいけないので、その辺注意して実装しなきゃいけないんですけど、ちゃんと動くものができていますと。で、結果はこういう感じで、Ruby だと、3ミリセックで、ジュリアの場合は167マイクロセックですかね、感じですごい速くなりましたということですね。次どんどんいきましょう、時間がないので。で、次はモンテカルロ法で円周率を推定するやつ。これも結構マイクロベンチマークでよく使われるやつですね。で、これはですね、ポイントはランドで、Ruby の乱数生成器はメルセンのツイスターっていうのが使われているんですけども、ジュリアではですね、バージョン 1.7 から X オシロ256プラスプラスっていう乱数生成器が使われていて、X オシロの方が早いんですよ。で、だからちょっとこの乱数生成器の、アルゴリズムを合わせるために特殊なやり方をして別なライブラリを呼ぶための乱数生成関数を自分で実装してそれを呼び出すようにしました。で、こういう形である程度振る舞いを揃えた上で、時間を計測するとこんな感じですかね。ジュリアだと106マイクロセック、ジュリアじゃない、Ruby か。Ruby だと106マイクロじゃない、ミリセックで、ジュリアは8ミリセックみたいな感じです。で、次、クイックソートですね。クイックソートもこういう感じでやってます。で、ここにね、JLTrans.inbounds って謎なメソッドがあるんですけど、これ何かっていうとですね、これは Ruby 側ではただブロックをイールドするだけなんですけど、ジュリア側では@inbounds っていうマクロを生成するように、作られたものです。で、これをやるとどうなるかというとですね、ジュリアでは配列の要素アクセスの時に必ず境界チェックをするようになってるんですけど、@inbounds をつけたブロックの中で、書かれた
配列の要素アクセスには境界チェックをしないっていうそういうことができるようになってるんですね。だからそれをつけてちょっと高速化するようにしてます。で結果はこんな感じで、これもあんまりそこまで差はないんですけど Ruby より Julia の方が早いって感じですかね。で、このクイックソートは配列を渡してます。で今回の実装では Ruby の配列を渡すとそれを Julia の配列に変換するようになってるんで、ここではクイックソートする前に配列の変換が走ってるんですね。でそれが結構オーバーヘッドになるんですけど、それでも Julia の方が早くなったという結果ですと。で次、コンボルブですかね。これは、畳み込みっていう演算で、どういうところで使われるかというと、皆さんがですね掛け算を筆算で計算するときにこの計算をしています。で信号処理とかでもこういうコンボルブはよく使われるんですが、これも Julia に変換するとこうなります。でここで謎なのがその JL トランス0っていうこういうやつですね。ここにあるやつ。これ何かというとですね、これは Ruby では0整数の0を返すメソッドにしてるんですけど、Julia ではこの0って関数にしています。なぜ Julia では0って関数にしてるかというと、この0という関数は引数と同じ型の0を生成する関数なんですね。で Julia は実行時の値の型にすごく敏感な言語で、型を揃えないと無駄なオーバーヘッドが発生したりしてしまうので、こういう工夫をする必要があります。でそれがこの結果です。で今回コンボルブの場合はさっきなんだっけクイックソートでね配列の変換のオーバーヘッドが走ってるけど速いみたいな話をしたんですけど、じゃあオーバーヘッドなかったらどのぐらい速いのかなっていうのをここで確認しようと思って特殊なことをしてまして、フロート64の配列をあらかじめ Julia で作って、それを渡した場合にどのぐらいの速さなのかなっていうのが分かるようにここではしています。で、まず N が少ない方から見てみると Ruby だと50ミリセックで Julia だと1ミリセックで、型変換がない場合は、900マイクロセックぐらいって感じですね。こんな感じでこっちは、要素数を1万に増やした場合でも同じように、型変換がない方が速くなっているということが分かります。で最後最後じゃないごめんなさい、これちょっと説明ははしょりますが、Julia ではですねアットマークスレッズっていうのをループの前につけると勝手にスレッドで並列化してくれるんですけど、それができるように再考してやった結果も表示しますが、これはちゃんとスレッドで並列化されてコンボルブはめっちゃ速くなっているということが分かると思います。38とかになって半分以下に減ってるんですね。このような形で Julia の特有の機能を使えるような、トランスパイルもできるようになっていますと。でこれは最後の例なんですが、バッドケースですね。ドットプロダクトを計算するやつをやってみましたと。で、結果は実は Julia の方がすごい遅くなってます。465マイクロセックしか Ruby でかかってなかったのに Julia では3ミリセックになってる。でこれなんでかなっていうと、これはさっき言ったように配列の変換の時間がかかってるんですね。でフロート64の配列を直接渡した場合は10マイクロセックしかかからないので、ここでその X と Y の配列を変換するだけで、だいぶオーバーヘッドになってるっていうことが分かると思います。でこのように、Julia への変換によってすごい時間計算量が非常に大きくなりやすいアルゴリズムはすごく高速化されるっていうことが分かったと思います。でこれはなぜかっていうとJulia が最適化されたネイティブコードを生成してくれるからなんですね。ちゃんと何でしょう、関数をインライン展開できる場合はちゃんとインライン展開してくれるとかっていう、そういうことをJuliaがやってくれるからです。でただ配列のコンバージョンが発生するときは非常にオーバーヘッドが大きいので計算量がね配列の長さに比例する時間しかかからないようなアルゴリズムの場合はあまり良い結果は得られなかったということが分かりましたと。じゃあ、まとめます。でそうですね、PureRuby で書かれたメソッドもすごく早くできましたという結果になると思います。でこれは、Ruby から Julia に、トランスパイルしたからですが、Julia がネイティブコードを生成してくれる、で最適化もすごいやってくれるということで早くなってました。ただしこれを適用できるのは最初に説明したように Ruby の動的性をね犠牲にして良い場合だけなんですよね。なのでいつでも適用できるわけじゃないです。だからYJITのようなね
Ruby の動的性を維持したまま高速化してくれるっていうものが基本的には重要だっていうことなんですけど、そうじゃない場合にものすごいドラスティックな最適化ができるようになるっていうのも非常に大事だなと私は思っています。できればねこういうことが YJIT でもできると本当はいいと思うんですけど、それはね優先度低いかなと思うので、ジュリアを使ってやってみるっていう遊びもなんか面白いかなと思っています。でこの仕組みはねジュリアにコンパイルさせてるんでジュリアがないと動かないわけですよ。だからジュリアを用意するのめんどくせえなと思うかもしれないんですが、これはデメリットじゃないかなと私は思ってます。というのも、ジュリアのライブラリの機能をね Ruby から使えるようになるんですね。だから PyCall で Python を用意しないと PyCall 使えないけど Matplotlib とか使えて便利みたいなのと同じで、ジュリア側にある便利なライブラリを Ruby から呼べるっていうことだと思います。でもしこの仕組みにすごい興味があるなと思った方いましたら、ぜひですね、レッドデータツールズのプロジェクトに参加していただいて、私たちと一緒に開発をしていただければなと思っております。で、最後、もう時間過ぎてるので、移すだけにしますが、フューチャープランとしてはいろいろ課題があるので、これを一つ一つやっつけていきたいなと思っております。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。